もうちょっとパンチ欲しかったかな。ああ、インド楽器みたいで。とにかくオリエンタルな響きをすごく含んでて。いい表現。俺何回も、はっ、はっってなって。あーって、うわーって。で、最後にさ、無音でさ、スローモーション流れるじゃん。この時に狙いが分かったんだよね、この曲の。おう。11月25日、イズナでデビューしました。わー。おめでとう。間違えたみたいな。イズナは、ウェイクワン練習生によるサバイバル番組、アイランド 2NA から誕生した7人組のガールズグループです。メンバーは、控えめ天然クールビューティーのマイ。ふがふが美人のパンジミン。素直すぎる歌姫、ユンジヨン。シリアスブレイカー、ココ。ストイックサランヘヨ、ユーサラン。無視できないオールラウンダー、チェジョン。サプライズマンネ、チョンセビ。の7名で、当チャンネルでは、そのサバ版アイランド 2NA の前話のウォッチパーティーをしまして、中盤と終盤にかけて2回最終メンバー予想をしたり、まあ番組終了後にはすぐメンバー紹介の動画を上げて、これまでまあウォッチパーティーをしてきたどのサバ版よりも熱心に扱ってきました。まあ確かにそうね、回数とかも含めてね。メンバーについてはその今のキャッチフレーズ含めたそのメンバー紹介の動画にその熱量が反映してると思うので、まあそれをぜひウォッチしてほしいんですけど。ウォッチ。で、グループ名、イズナは予測不可能な多様性の N と無限の可能性を持つ A が出会い、I、NA を完成させるためのテストと競争を経て誕生したことに由来するいつでもどこでも何でもイコール、すなわち私を意味し、すべての可能性とメッセージを込めている。まあよくわかんないと思うんですけど、番組見てない人は。そのサバ版を見てる人は結構わかると思うけど、まあこれの辺が全部キーワードというか、アイテムとしてもいろいろ登場してたんですけど、まあだから簡単に言うと、その私は無限の可能性っていうのの意味合いを持つ、その I is NA みたいなのをギュッとしてポンってした感じです。ギュッとしてポン。それをなんかまあ語呂よくというか、見栄えよくしたのがイズナってことです。まあそれぐらいの覚え方でいいと思います。バンダム名はナヤ。グループ名の最後の2文字、NA と呼びかけを意味する、やー。つなげたもので、ナヤは、韓国語で私よの意味なので、イズナを愛して応援する人は、ナヤ、私よという意味が込められています。ちなみに、所属事務所はウェイクワンなんですけど、正式というか、正規という立ち位置というか意味では、ウェイクワン初のガールズグループです。ああ、そうか。確かに。ちょっとまあ一瞬勘違いしちゃうと思うんですけど、ウェイクワンの前身というか、統合元であるストーンとか、オフザレコードとかをまあ除いた場合ということでもありますし、ウェイクワンっていう会社が設立してからの以降で言えば、ケプラーがいるんですけど、ケプラーはあくまで他事務所から預かっている状態のがまあ正式なものなので、自前的なというか自主制作的なアイドルという立ち位置で言えば初ということが正しいということになります。まあだから期間限定じゃないっていうのも、これがちょっと関係してるかな。返す必要が返却期間がないところが期間限定じゃない理由の一つだとは思います。イズナのデビューアルバムが The First Mini Album NA。まあこれもだからその番組で使われてた名前というか番組名がそのままほぼ使われてるって感じなんですけど、そのアルバムとしては無限の可能性を持つ少女たちが限界を超えて新しい世界に挑戦するというメッセージが込められているというようなことです。でタイトル曲はグループ名と同じだけど、まあさっき間違えてるみたいに言ったけど、全部大文字のイズナですね。グループ名と違うのは表記として。グループ名は小文字なんだよね、そうね。まあサウンド的には中毒的なサビとミニマルなビートが印象的なヒップホップ曲。まあ当然PD、番組の目玉でもあったプロデューサーのテディが作詞作曲編曲、まあ全てのプロデューシングを手掛けている曲で、で、アルバムには同じくそのテディが作詞作曲、こっちは編曲をやってないんですけど、新曲、タイムボム。これ、運音ボムとかもあるからサブタイトル的な立ち位置かなっていう。ああ、もしかしたらね、後続曲とかで音楽番組を出るかも。で、他には、アイランド 2NA、そのサバ版のミッションで使用された、アイワリーというか、まあ、I will always love you の略なんですけど、と、ドリップ、フェイクイットのイズナバージョンなどが収録されていて、まあ、先日行われたママ、これらにプラスして番組のシグナルソングだったファイナルラブソングを加えて、メドレーパフォーマンスと、それでデビューステージも飾っています。アルバムに関しては以上って感じなんだけど、I will always love you が収録されているっていうことは、フーコがデビューを一部果たしてる。ああ、クレジットでね。そう。作詞に参加してるの、番組中そういうミッションがあって、そこでこう作詞権を手にしたのがフーコなんですけど、林さんなんですけど、サバ版を見てた勢としては、
こう少し浄化されたようなというか、フーコの亡霊が救われたっていうところも。落ちっぷりがすごかったからね。うん。まあだからフーコはデビューしててもおかしくなかったっていうか、別に俺も入ってても何の違和感もないぐらい有力なメンバーだったんだけど、まあそういうサバ版で惜しんだ人たちに対するちょっと救済というか、そういう部分もあるとも言えますし、これはイズナだけの話じゃなくて、サバ版系の全てのグループに言えることなんだけど、どちらかっていうとサバ版で披露されてた名曲、特に印象深い曲みたいなのは、デビューグループのバージョンでアルバムに収録されることはそんなに多くない。そうだね。全然ないわけじゃないけど、まあ、ミアイとかはすごくうまくやってるんだけど、結構俺は少ないっていうか、サバ版内で披露されたものが音源化されてそれだけみたいなことが結構多いかな。だからそれをいつも個人的にはすごく残念に思っていたというか、両方のバージョン見たいなというか聞きたいなと思ってたので、こうサバ版見てた人へのホスピタリティというか、そういうのが溢れるデビューアルバムだなっていう印象です。同感です。だからこれがそんなになんつうの当たり前のことじゃないよっていうのを、まあちょっと言っておきたいかな。そう、だから、入れてくれたって思ったもんね。そう。すげえ優しい人に、親切っていう。ということで、激動のサバ版、アイランド 2NA から早5ヶ月となりましたけども、これ前も驚いたっつったけど、この時間の速さ。ついにお披露目となった我らが、イズナのデビュー曲はいかがでしたか？正直、もうちょっとパンチ欲しかったかな。なんかまあ、それ結構言ってる人いますよね。なんか、それこそさっきの説明でもあったけど、ミニマルすぎるんじゃないかなっていうの。とはいえ、まあやっぱりまず、まあみんなデビューしておめでとうなんだけど、サランが可愛かったね。本当に最初のさ、こう、三つ編みをさ、横から引っ張られることとかさ。ツインテールね。そう、ツインテール。横から引っ張られる。三つ編みツインテールを横から引っ張られるっていう。綱引きされる。そう。あの時のこう、真顔が可愛い。アイランド2の時はさ、最初別にラップパートとかじゃなかったのにさ、終盤にラップパート任されてさ、いいじゃんみたいな感じになってさ。だからまあ、サブラッパーっぽいポジションに収まりましたよね。そう。だからそれが結局デビューでもそのままなって、これからまだまだ未知数っていうところがあるけど、なんか普通にやっぱりかっこいいなって思ったし、あとはだから、もう一人のが、まあメインラッパーとも言っていい、ココ出てきた時の、ラップのかっこよさは、やっぱりあったかな。そうなんか特別すごいなんていうかな、ロープなすごいかっこいい渋い声とかじゃない、どちらかっていうとちょっと上ずったような声なんだけど、やっぱかっこいいよね。なんかそのトータルでという。彼女のスタイルもあるし、そのラップのライミングというかね、音のフローの乗り方も含めて、なんかすごく一つ完成されてるし、あそこはやっぱちょっとなんか実力でというか、それで浮いてるなっていう感じもちょっと見受けられるぐらい、カリスマ性を感じるラップシーンだなと思ったけど。なんかフォークとかがさ、パパパパみたいなさ。磁石人間。引きつけるわよ的な。そうだね。人の注目というか、そういうのを集めるっていう、そういう象徴だと思う。そう。だからそこら辺もすごい良かったなって思ったし、まあ、ユンジユン。やっぱ声は特別ですね。非常に。冒頭で入ってきた時のインド楽器みたいで。とにかくオリエンタルな響きをすごく含んでて。いい表現。だからあそこでこうすごい、なんか、もう普通のアイドルの曲じゃないなって、あそこで一瞬で思わせてくれるっていうか、まあそれはロゼにも通じる部分でもある。やっぱあの声は画面に映ってないんだけどね、最初ね。それでもすごく魅力的だなっていうか、イズナの魅力を最初に伝えてくれる声だなと思った。そう、ジョンがスッキリ歌う分、やっぱりちょっと癖のあるところがいいこうバランスになってて。まず自分で見して、そのギャップでジョンの魅力を分かってねっていうところを見してるのかなと思う。あとはまあ、待望の自民のデビューっていうところもあるし、まあ彼女のやっぱりセンター感っていうところはすごい大きかったなっていうふうに思うし。まあオープニングもセンターだしね、来る回数が一番多いし、ソロカットも多分一番多いんじゃないかなと思う。あとは前も、多分 MV のカット数的にはそんなに多くないのかもしれないけど。分量は少ない。そうだよね。でも相変わらずさ、だから番組と同じような感じでさ、一回でも映れば大丈夫みたいな。眼力っていうところあるんだけど、ね、これちょっと MV とは違うんだけど、俺今回一番このデビューに際して驚いたのは、セビ。ママのステージ。あれはめちゃめちゃ良かったし、セビのね、やっぱ表情、表現力。まあもちろん番組放送中からすごいなっていうのは思ってたけど、よりというか、ちょっとなんか、あれいつの間にこんな飛び抜けた感じみたいな。ちょっとだからゾッとするぐらい、表情の作り方も、表情管理とかじゃなくて、もう顔の演技っていうところで、俺何回も、はっってなって、うわーって何回もうなったし、だからセビ最後に入ったメンバーじゃん。ほんと入れてよかったねって俺はすっごい思った。俺もね、それは同感で、セビを入れたことで俺、イズナが完成したんだなって思ったね。だから、まあサプライズで選ばれたメンバーなんだけど、メンバー選考には我々は選んでなかったけど、なんかいなかっ
ったら、このイズナっていうグループは完成してなかったなって思うぐらい、超重要なピースだったなっていうのは思うね。だからキーマンっていうところにいるのがセビじゃないかなと思ったから、まあ番組中だけじゃなくて、今回のデビューで彼女の重要性っていうのはなんか改めてこう再認識したっていうところがあったから、まあ曲についてはちょっとな、みたいなこと言ったけど、いやでもメンバーのポテンシャルっていうのは十分感じたから、今後どうなるかっていうところはもう本当に期待していいかなっていう思ったかな。まあお披露目だからね。これでいいだろう悪いだろう言い過ぎるのはなんか俺はそもそも違う気がする。俺としては曲、サウンドの印象に限るけど一緒なんだよね。パンチが若干弱い気がする。まあそれというのもやっぱりこの目玉であるテディがインパクトメーカーと言ってもいいです。とにかく曲に強いパンチラインを残すっていうのが売りの人でもあるじゃん。イントロとかね。そう。だからそれがなんか若干古臭いメロディーであっても、最初のサウンドであっても、そういうのは絶対作れる人っていうところが作家性とも言える。最大の魅力だから。だからそれの前振りにしてはおとなしいサウンドだなと、最初は思いました。ただ、まあその、サビの777の中毒性、やっぱり頭に残る感じとか含めて、そこはまあテディ節だなと思って、まあこれがあるからいいかなぐらいに思ってたんだけど、何よりMV の今挙げた個人のところでもフォーカスされてるような MV の映像の怒涛のパンチラインっていうか、それがまあ単純にすごいなというか、いいなっていう感じで、その個々のラップが超かっこいいっていうのがあるんだけど、その直前にあるさ、ザツミが左右から入って最後センターを向いた個々がザツミっていう、超シンズのビジュアル、3人のビジュアルが見れるってこともセビがいることの重要性だと思ってる。トリプルタワーね。そう。ライブパフォーマンスでのセビの輝き当然そうなんだけど、MV でもやっぱり最初ただ歩いてるだけ。標識に囲まれてただ座ってる。でもそこでたなびく髪があるだけで、やっぱり絵になるっていうのが、ただ可愛いとか、ただスタイルがいいとかいう以上のカリスマ性みたいなのをセビは持ってるんだなっていうのが、少ないカットで明かされてるっていうのが印象かなっていうのを思ったんで。もうすでにオーラがあるよね。だから MV に関しては、個人でそういうカットが全員にあるっていうことでは当然あるんだけど、ジュンは最初映ってないけど声でインパクトが。ジョンに関しては、OK とか、アウチとか、ああいう、ちょっと弾ける声の出し方。あれそこでジュンとのギャップを見せてるみたいな。二人だけはビジュアルというよりはどちらかというと音で見せてるっていうところがあると思うんだけど、全体のアングルカットっていうか、絵的なところですごいなと思ったのは、誰もが拒否したがるローアングル。必ずブスになるアングルあれあれを使ってんのに、すごいみんながこう可愛いというか、もう超映えてるわけ。だからそこで損なわれないビジュアルとか、あとさ、ジミンが、まあソロカット多いっていう話したけど、スマホに映ってるソロカットが出るあそこにさ、目の前にメイク道具が出てくるわけ。あそこって多分画面の中にいるけど、化粧をしたくなるぐらいこう 3D 的なビジュアルっていうか、その飛び出してくるぐらいの美の圧力みたいなのをすごく表現してるっていうことだし、多分そういうのがすごいそこかしこにあるわけよ。MV のカットとして。で、最後にさ、無音でさ、スローモーション流れるじゃん。この時に狙いが分かったんだよね、この曲の。そのおとなしい曲調も含めて。チェンもさ、まあマスター的なことをしてるというか、まあよく現場に行って写真を撮ってるじゃんね。一眼でね。俺のケースで言うと、まあこう、動画を編集してるわけだよ。だから、編集に差し込むためにワンフレームごとにスクショを切ったりするわけですよ。まあ要するにだから同じようなことをしてるんですけど、プラスだからまあ見てる人に言うと同じようなことがしたことがある人は共感してもらえると思うんだけど、今挙げたようなことをすると、どうしても自己絵が発生するんですよ。それはもうしょうがないんだよ。そう。作画が崩れてる状態というか。で、この MV ね、1秒たりとも、1フレームたりとも自己絵がないんですよ。その瞬間がないんですよ。気にして作ってるってことか。そう。つまり無事故無違反、ゴールド免許 MV なんですけど。なるほど。もう話分かったと思うけど、曲に抑揚がないのも、ダンスも7とスローじゃん。あれも多分ね、事故らせないためのやり方なんだよ。事故る絵を一瞬でも作らせない。どのシーンを切り取ってもいいようにしてるわけよ。っていうのに気づいて、もう一回繰り返したら、サビのところにシャッター音入ってるんだよね。カシャッ、カシャッ。そうか、あれシャッター音か。そうだから、まあ今さ、SNS でスクショされたりとか、まあ動画も含めて拡散されたりとかっていうことを含めたときに、この事故らない絵力の強さっていうのは、デビューのお披露目の名詞としてはめちゃめちゃ強いというか、カリスマ溢れるアプローチっていうかさ。だからまあ、フォトジェニックっていう、まあ、言葉はあるんだけど、その映像や、まあ、そのジン・ジョンを含めた音を含めたビデオジェニックを狙ったんだろうなと。このデビューに対しては。
その曲に対するインパクトとかいうよりも、映像全体、サウンドと動いてる彼女たちのどの瞬間を切り取ってもカリスマだろうっていう。だから、俺はそこにセビがめちゃめちゃ重要なパーツだと思ってその超新図も含めて、特にそれが一番表現できる子っていう。テディがそのデビューを思い描いた時というか、まあ、テアンが選んだとも言えるんだけど、テアンがセビをチョイスした時、まあ、実質人気順位7位だから、それを入れた時に、テディの頭のビジョンに、このスーパービデオジェニックなデビューにしようっていうのが多分浮かんだっていうことなんだけど。デビューまでの中で思いついたことなのかもしれないけど。だからセビがそのパーツを、てかアイデアの最後を持ってきたっていうことなのかなって思った。視覚的効果が強いんだよね。そう。これはもうビジュアルとして攻めよう。でもそれを音として特徴がある二人も当然いるから、映像として見せようっていう。写真じゃなくて映像として見せようっていうのが狙いなんだろうなと思ったし。だからそれで見て思うのは、こう、よくデビューグループにさ、全員がセンター級とかってまあ、過剰な触れ込みがつくことあるじゃないですか。だから、イズナに関しては、これが誇張でも何でもない。それが全て3分弱の MV の中に全て詰まってるっていう。マジでそれぐらいのカリスマ性を全員が持ってるっていうのを思ったんだよ。まあだってもうビジュアルが華やかだよね。やっぱり。それをね、すごく追求したっていうことだし、それがすごく俺は成功してるなと思ったんだよね。だからテリーみたいに曲にこだわりがある人が曲が全てじゃないんだっていうことを考えられるっていうことがなんかすごく面白いと思ったし、その曲を全部自分でやらないと気が済まなそうなテディが手掛けてるミヤオとかも含めて、なんかまあテディが新しいステージに行ってるってことも感じられるし。テディの進化ね。そう。あんだけ佳作だったテディが2グループを同時に手掛けるって。2本立てで。意味がわからない。ほぼ同時期にね。だからそこに対するすごい工夫が見えるし。俺はだからこの両方のアプローチも含めてすごいいいなと思う。なんていうかな、サバ版出身のグループって要するにプロデューサーが選ぶ多角的な選び方じゃないというかさ、それこそ結局ベスト7が選ばれたわけだから、可愛い順とも言えるじゃん。まあ確かに。それに対する回答としては、俺は100点だったんじゃないかな。作家性を打ち出したら、それこそ分量に差が出たりとか、見せ方にこだわりが出るがあまり、そのベスト7のバランスを崩してしまう。一応その前の動画で触れてるけど、過去最大級の応募があった、史上最大のサバ版とも呼べる、アイランド 2NA における人気トップ7を表現するのに、このビデオジェニックな見せ方っていうのは正解だったっていう、を思いました。だから疑うんだったら、もうスクショしまくれってやってみたらいいってことだよね。そう。どこにも事故が起きてないっていうか、そこにカリスマがいます。まあ確かにだってさ、基本的には、まあ歌もダンスも含めたパフォーマンスっていうさ、動きで見せる。声も含めてね。っていうところもあるけど、本当にそういうところまで考えてたんだとしたら、それはある種、この見せ方は画期的だったし、斬新だったし。そう、逆説的ですごく面白いなと思った。まあだからサバ版を見てきて、その生配信とか動画でこう、応援してきてよかったって思えるような報われるこうデビュー曲だった。そう、だから我々が結局思うのは、仮にね、この曲がもっとダメで、もっと変な MV だったとしても、変わらない一つの言葉は、イズナファイティングなんです。そうね。7人である以上は、もう応援する気持ちはマジで1ミリも変わらないっていうか、そこは最初から変わらないぐらい、それぐらい魅力的なメンバーなのは間違いないから。まあ、だから逆に言うと事故ってても好きっていうところは正直あるんだけど。イズナファイティング